こんにちは。今日はダイソーで売っていたこの四角いパーツを使って春にぴったりなカラフルなステンドグラス風ピアスを作っていきたいと思います。自分の好きなカラーリングで作れるピアスになってますので、ぜひ一緒に作ってみましょう。まずピアスをどういうデザインにするのか決めていきたいと思います。次に色の組み合わせを考えたいと思います。特にアイデアがなかったので、この色ペンを参考に色を決めていきたいと思います。めっちゃ迷いましたが、こちらの色に決定しました。もともとは3色を使って作りたいなと思ってたんですけれども、踏ん切りがつかなくって結局5色も使うことになってしまいました。今度は色の配置を決めていきたいと思います。アシンメトリーなデザインなので、色の配置も左右異なっていいのかなと思っています。色の配置は結構迷いますね。色の組み合わせで作るデザインなので、色合いによって雰囲気がきっとガラッと変わると思うんですよね。白とグレーと黒とかモノトーン調でもすごくかっこいいと思いました。こちらに決めました。それではこの四角いパーツに色を流し込んでいきたいと思います。まずエメラルドグリーンはすでにダイソーで色のついたレジン液を購入していたので、こちらを使用したいと思います。四角いパーツにレジンを流し込みます。表側3分、裏側1分、UV ライトを当てました。私も UV ライトを購入したばかりなので詳しくありませんが、照射時間は UV ライトによるのかなと思います。エメラルドグリーン以外はレジンをこのパステルで着色してみたいと思います。パステルはダイソーで買いました。レジンの着色は私は初めてなので、他の YouTube 動画を参考にして進めていきます。不透明なカラーリングにしたいので、白も一緒に合わせていきます。しっかり混ぜていきます。結構テクスチャーが硬いですね。結構濃い色になってしまいました。もう少し白を入れると薄くなるんですかね。今回はちょっとこのままにしてみたいと思います。爪楊枝でレジンをすくって四角いパーツに流し込んでいきます。爪楊枝が細いのとレジンのテクスチャーが固めだということで、この作業は結構手こずりました。
この並びで次は接着剤でパーツ同士をくっつけていきます。表裏に透明の UV レジンを塗ります。いい感じの雰囲気になってますね。透明のレジンがはみ出てしまった部分があるので、そこをカッターで切り落としていきます。硬い。実は私は表面から先に塗って硬化させましたが、もしこれからやる方は裏面から硬化させた方がいいかなと思います。なぜかというと、今画面ではピアスの上下にマスキングテープを貼って固定していると思うんですけれども、この厚みのせいで上下の部分が少し真ん中よりも持ち上がった状態で固まってしまって、全体的に反ってしまったんですね。同じ反るっていう状態でも奥側に反れる方がどうせならいいのかなというふうに感じています。裏側にレジンを塗ったら UV ライトを当てる前に頭に C 管を乗せておきます。C 管は後で開いてピアスのフックを取り付けるので、割れ目の部分をレジンに触れないように取り付けてください。C 管の部分を補強するためにもう一度レジンで固めます。デザイン通りにピアスのパーツが出来上がりました。今回は映像には残しませんでしたが、この後ピアスフックを取り付けた時も C 管が外れることなくちゃんと金具装着ができました。